はい、こんにちは、ラチです。今回のテーマは初めての西洋美術史第6回としまして、世紀末芸術をやっていこうかなと思います。これまで長い西洋美術史っていうカテゴリーをちょっとずつ、動画を分けてご紹介してきました。ギリシャローマからやってきて今回第6回になります。19世紀に活躍した芸術家が挙げられるんですけど、前回やった印象派と、ほぼ同時代の芸術家もたくさん出てきます。彼らは、今回世紀末芸術っていう大きいカテゴリーでご紹介していくのですが、その中でも何々派、なんとか分離派、なんとか運動っていう、細かいものがたくさん出てくる形になります。ですがどことなく同じような要素を持ってるんじゃないかということで、今回世紀末芸術と大きく分けてご紹介していくことにします。その要素っていうのは幻想的であること、神秘的であること、そして退廃的であることです。今回その辺なぜできたのかっていうのを詳しくご紹介できたらいいなと思っています。さてやっていきましょう。今回は初めての西洋美術史第6回世紀末芸術です。今回もトピック3つご用意いたしました。最初のきっかけ、時代背景をおさらいしていきましょうというところですね。この事件があったからこれが起こりましたっていう明確な因果関係はありませんが、とはいえこの時代ヨーロッパで何が起こっていたのかっていうのを、要素としてまとめてみました。私が、世紀末芸術と深い関係がある、歴史的要素っていうのをこの4つ分けてみました。1つずつご紹介していきましょう。まず1つ目、なんといっても産業革命ですよね。産業革命がもたらしたことものすごくいっぱいありました。前回の印象派でもこの産業革命の影響の話をしてきましたけれども、やっぱり芸術が動く、文化が動くっていうのはお金が動く、国の体制が動くっていうのが大きな要因として残っています。19世紀後半、ヨーロッパは産業革命による急速な技術的発進と、都市化を、経験してきました。これによって、社会の構造っていうのが大きく変化していったんですね。今まで当たり前だったもの、例えば伝統的な価値観とか生活様式、今までこうやって生活するのが当たり前だったよねっていうところに、新しくメスが入っていきなり当たり前ではなくなりました。またウィーンの都市構造などのように建築も一気に新しくなっていきました。伝統芸術を支えていた富裕層っていうのも変化していきます。それまで王族貴族がお金を出して芸術を支えていたのに対し、資本主義で裕福になった市民たちが、この後芸術を支えるようになっていきます。かつて芸術が動くその中心は上流階級に限定されていたサロンという場所でした。しかし新しいブルジョア階級の人たちは政治談義の場所としてサロンではなくカフェを好んでいたんです。19世紀中頃にはサロンに入れない芸術家たちの集まる場所という性格が強くなってきました。新しい芸術家たちの誕生を促したわけなんですね。こちらにあるルノワールが描いた1876年に描きましたモンマルトルの踊り場を描いたムーラン・ド・ラ・ギャレット。この名画も正式な舞踏会ではなくってこういった、大広間、庶民が広場で気軽に踊りを楽しんだっていう様子を描いたものになります。こういうところからも今まで限定されていた場所だった、それがオープンな場所でみんなが談義するようになったよっていうところが伺えるのではないでしょうか。街並みも変化して、お金持ちも変化して、場所も変化していって急速になっていったので、社会的不安っていうのがどうしてもふつふつと出てくるようになっていきました。キリスト教には終末思想というのがありました。聖書には世界がどのようにして終わるのかというのが記載されています。世界は突然天変地異が起こって人類が滅亡してしまう。そしたらここに天使がいるんですけど、これミケランジェロの作品なのでね、天使なのかおっさんなのかわからないっていうのがちょっと難点なんですけど、ここには、天使がラッパを吹いていて、真ん中にイエス様が登場してきます。そしたら今まで亡くなった人たちが墓からバーって出てきて、自分たちもそしてご先祖様も全員が生き返ってきて、
で天国に行くもの、そして地獄に落ちるものと選別される、そういった景色が、描かれている作品になっているんですね。こういった、世紀末、19世紀末っていうのがこの終末思想っていうのと相まって、なんとなく世界が終わるんじゃないかっていうこう悲観的な感情に飲まれていったんじゃないかなと思います。その反面、伝統的な価値観に揺らぎが生まれたこの産業革命以降の時代では、デカダンスとか懐疑主義と呼ばれる思想が誕生するようになってきました。もう何を信じたらいいかわからない、退廃的な芸術が散見されるようになりました。そんなパラパラとした作品たち、パラパラとした芸術家たちの運動を世紀末芸術っていう大きなパッケージとして、キーワードが登場してきたんですね。1886年パリで上映されたファンドシエクル、英語で言うとエンド・オブ・センチュリーということなので、世紀末ですよね。世紀末っていう名前の喜劇が大当たりした。これポスター何枚か載せていますけど、何回も上映されているのでたくさんポスターがあるんですね。この作品の成功により世紀末という言葉が広く知られるようになっていき、そして19世紀末のヨーロッパの時代主張を指す言葉としてこのファンドシエクルが使われるようになっていきました。ということで、今回世紀末芸術を説明する時の時代背景ババッとまとめてみました。さてトピック2つ目です。彼らが何をしたのかというのをご紹介していきます。ここにザザーッと挙げたのが、おおよそ世紀末芸術と言っていいのではないでしょうか。一概に何をしたかっていうのは言えないのですが、おおよその傾向は見られるかなと思います。それが反伝統、そして反機械化の運動です。反伝統の芸術運動としてパッと出てくるのはやっぱり分離派の芸術家たちなのではないでしょうか。それまでの伝統から分離しますよっていう決意のもと生まれたキーワードだったんです。そして反機械化としてパッと出てくるのはこのアーツ&クラフツ運動。産業革命以降、機械で作った大量の商品、量産品ですね。ですがそれが品質が悪かったんですね。そういったことに反発して生まれたのがアーツ&クラフツ運動だったんです。このユーゲントスティールとかアール・ヌーボーっていうのはアーツ&クラフツ運動の影響を受けて発展していった芸術運動です。ラファエル・ゼッパはイギリスで出てきた反アカデミー的な運動ですね。だいぶパラパラとやってるんですね。総括して説明しにくいんです。なのでもうトピック3つ目いっちゃいます。代表画家、彼らがどんな作品を描いていったのかっていうのをご紹介していきます。それを見て、なんとなく世紀末芸術ってこんな感じなんだなっていう概要をね、皆さんにぜひ掴んでいただきたいなと思います。さてトピック3つ目です。代表画家何人か取り上げていきたいと思います。まず1人目、世紀末芸術といったらこの人は欠かせないんじゃないかな。グスタフ・クリムトです。ウィーン分離派の人ですね。1897年ヨーロッパの前衛芸術を取り入れるっていうことを目的にしたウィーン分離派を結成しました。彼の特徴としてはファム・ファタル、運命の女ですね。クリムトが制作したユディトがよく取り上げられる作品になります。ファム・ファタルに関してはサロメの回でいろいろご紹介していきました。運命の女、男を誘惑する魔性の女、いろんな芸術家がねファム・ファタルの女性を描いてるんですよね。クリムトもねこんな風に官能的なファム・ファタルを多く描いている芸術家になっていきます。他にもクリムトの作風として特徴的なのは日本美術の傾向が見られるんですよね。縦長の感じっていうのは日本の掛け軸を彷彿とさせる描き方になっているそうです。顔は結構立体的に描くんだけど、服装がぺったんこな平面的な描き方をしている。この平面的な描き方が日本風だと。あとはこの幾何学模様、男性を四角、そして女性を丸で描いたりとかするんですけどね、こういう幾何学模様が登場していきます。
次に紹介したいのがオーブリー・ビアズリーですね。これもサロメの回でビアズリーの話をさせていただきました。わずか25歳で亡くなった奇才として知られています。アール・ヌーボーがこのビアズリーの作風から刺激を受けて、制作したと言われているので、彼自身もアール・ヌーボーの先駆という立ち位置としても、語られる人物になっていきます。平面的な画風は、日本風と言われていたようで、実際彼自身も浮世絵からの影響も大きかったみたいですね。すごくエロティックでグロテスクな作風が、ビアズリーの特徴なんじゃないかなと思います。次に紹介したいのがアルフォンス・ミュシャ。アール・ヌーボーといえばミュシャっていうぐらい人気の、芸術家になっていきます。彼の出世の仕方がめちゃくちゃシンデレラストーリーなんですよね。クリスマスの夜にたまたま緊急の大仕事が入ってきてしまって、でもこの会社ではみんな先輩デザイナーたちはもう休みを取ってると。たまたま下っ端だった当時ミュシャがたまたま請け負って作ったポスタージスモンダがたまたま大女優のサラ・ベルナールに見初められて一気に大人気になっていったっていう芸術家になっていきます。貼ったそばからすぐ剥がされるぐらい人気だったみたいですね。でもそれも納得できるぐらい綺麗な作品ですよね。優雅な曲線美で繊細な描写っていうのが人々を魅了していった、そんな芸術家だったんじゃないかなと思います。次に紹介したいのがエドバルド・ムンクです。象徴主義の芸術家としても知られている人物ですね。前回、叫びの、動画でちょっとムンクについては詳しくお話ししましたけれども、このムンクの作風が陰鬱とした世界観、これが、世紀末芸術の特徴としてよく挙げられています。とはいえ彼の作品っていうのは世紀末だからっていうきっかけで描いたわけではないんですよね。ちっちゃい頃にお母さん亡くしたとかお姉さん亡くしたとかうつ病で苦しんだっていうところからこの作品が生まれてるわけですよ。めちゃくちゃ個人的な理由でこの絵を描いてるわけなんですけど、とはいえですね、ムンクが評価されたのは世紀末だったからっていうことが言えるかもしれないので、この世紀末芸術に象徴的な、芸術家になるんじゃないかなと思います。象徴主義の芸術家として取り上げられるのがギュスターブ・モローです。彼は象徴主義の先駆者と言われています。印象派と同時代に活躍した、芸術家なんですけど、都外制作で、外でね絵を描いていた印象派と違って、モローは神話とか聖書を題材に絵を描いていきました。題材自体は伝統的なものを使っていましたが、表現の仕方が新しかったんです。特徴的なのはこのオイディプスとスフィンクスの物語を書いたこの作品になっています。ギリシャ神話におけるスフィンクスの物語ってめちゃめちゃ好戦的なんですよ。このシーンも本来ならばオイディプスを殺して食ってやろうとしてるシーンなわけなんです。なのでモロー以前のこのスフィンクスを題材にした作品って結構ギロッとね睨みつけてるような作品があるんですね。ですがモローが描いたスフィンクスとオイディプスってめちゃくちゃ見つめ合ってますよね。まるで恋人同士みたいな感じで、その辺がすごく特徴的で、ファム・ファタルを語るときにこの作品欠かせない、名画になっています。先に説明したクリムトとかオーブリー・ビアズリーが表現したファム・ファタルっていうのはこのモローが作ったと言われています。そしてモローと同じくスフィンクスを描いた芸術家としてフェルナン・クノップフという芸術家がいます。名前はねあんまり知られていない芸術家かもしれません。本当はこのラインナップに入れようかちょっと迷った画家ではあったんです。ですがこの作品スフィンクスの愛撫っていうタイトルの、作品なんですけど、これがファム・ファタルを説明するときによく登場してくる作品なので今回ご紹介してみます。ベルギーにおける象徴主義の人物として知られています。前衛的な芸術家たちと結構親交があったんですね。例えば20人展っていう
前衛芸術やる20人集めて展示会するっていうものがあったんですけど、それの創立メンバーである。あとは先に説明したクリムトとかモローとかとも親交があった、第1回ウィーン分離派に出品している、そういう芸術家になっています。男女の愛憎劇っていうのが当時表現として新しかったということで、ファム・ファタル、そして、世紀末芸術を語る上で欠かせない作品になっていきました。ウィリアム・モリスはアーツ&クラフト運動の指導者です。大量生産により安価で粗悪な商品が並んでいることに批判し、そうではない中世の手仕事を重んじた芸術工芸運動をしようよということでアーツ&クラフト運動が発起しました。中性的だけどどこかモダンなデザイン表現っていうのが今でも愛されているものになるんじゃないかなと思います。以前動画でね、アートとデザインの違い何みたいな話をした時に、この19世紀の頃、18世紀19世紀の頃に、芸術家って呼ばれる人たちが、資本主義経済の影響によってアーティストとデザイナーに分かれたよっていう話をさせていただいたことがあったんです。このウィリアム・モリスはアートとデザインに分かれるちょうど分岐点にいた、芸術家だったんじゃないかなと思います。なのでモリスの作品っていうのはどこかアート的でどこかデザイン的な、両方を兼ね備えた、芸術家になるんじゃないかなと思います。トゥールズ・ロートレックは、ミュシャと同じくアール・ヌーボーの人物として、知られている芸術家になっています。当時新しくできたダンスホールムーラン・ルージュのポスターを多く手掛けている芸術家です。なのでロートレックの作品といえばポスターの作品がいっぱい並んでくるかなと思います。中でもシャンソン歌手のこの人ですね、ブリュアン、アリステッド・ブリュアンのポスターはよく、手掛けていました。なのでロートレックといえばこのブリュアンのポスターっていうイメージが私はついているかなと思います。ミュシャが女性人気を取っていた、なんか繊細優美な美しい感じのポスターを出していたのに対し、このロートレックっていうのは結構ごついというかデフォルメがきついというか、でもすごい味が出てるっていう、そういう芸術家になっていったんじゃないかなと思います。ジョン・エバレット・ミレーは、ラファエル前派を結成した人物として知られています。ラファエル前派が、象徴主義の先駆として位置づけられているっていうところからも、今回ちょっと取り入れようかなと思って話していきます。アカデミー学生だった、当時ミレーと、ロセッティ、そしてハントの3人が、ラファエル前派を結成していきました。風当たりはねそんなに良くなかったんですけど、ミレー優等生だったので、評価されていくことになります。中でもこの代表作オフィーリアはビクトリア朝時代の最高傑作としても名高い作品になっています。同じくラファエル前派の創立者であるロセッティです。ファム・ファタルを説明するときによく出てくるのがこの魔性のヴィーナス、そしてプロセルピナなのではないでしょうか。ビジュアルでパッと分かりやすいですよね。ロセッティのこのギロッとした感じの強そうな女性像っていうのが表現されているかなと思います。特にプロセルピナって本当は悲劇の少女の物語なんです。行きたくもない冥界に誘拐されて、でなりたくもない奥さんにさせられて無理やりで帰りたいのに帰れない冥界から帰れないっていう悲劇の少女の物語です。ここにねザクロをこうやって持ってるんですけど、ザクロを食べてしまったがゆえにこのザクロって冥界の食べ物だ、冥界の食べ物を食べた者は冥界から出られないということで、半分の時間をこう冥界で過ごさなければいけないっていう、運命に陥ってしまったプロセルピナの物語なんですね。それなのにこの人ロセッティが書いたプロセルピナってザクロを大事そうに握りしめてるじゃないですか。まるで自分の意思でザクロを食べたんだと言わんばかりの表現っていうのが、ファム・ファタルらしい世紀末芸術らしいものとして、紹介される作品になっているかなと思います。アルノルト・ベックリンは死の島を描いた人です。いっぱい描いてるのでいろんなバージョンの、
島の絵がたくさんあります。特に第一次世界大戦後のドイツではすっごい人気だったみたいで、多くの家庭にこのベックリンが描いた、複製画が飾られていたらしいですね。印象派たちと、同時代に活動した芸術家なんですけど、印象派たちが都外制作をしていたのに対してベックリンは神話とか文学とか聖書を題材にこういった創造の世界を表そうとして制作していきました。この点から、象徴主義、スイスの象徴主義として、知られている芸術家になっています。ベックリンはこの死の島の説明を何にもしてないので、この作品が神話をもとに書いたのか、あるいは文学をもとに書いたのか、文学でもどの部分なのかっていうのは全然わからないそうです。なんですけど、彼の想像を具現化したこの作品っていうのが、ナチスドイツのこの理想と共鳴して悲観主義的な作品として、現代でも取り上げられている作品になっているかなというところです。ジョバンニ・セガンティーニの描いたこちらの悪しき母たち、この作品が、神秘的で退廃的だということで時折、世紀末芸術としてされることがあります。彼自身は、どっかに所属していたわけでもないし、なんか運動をしていたわけでもないんですけど、この独特のこの明るさ、画面の明るさからイタリアのミレーとも言われることがあるそうです。この悪しき母たちっていうのは、ニルバーナっていう詩を絵画化したものなんですけど、これね、よく見るとここにお母さんがね、木にくくりつけられてるのか浮いてるのかで、こっち側によく見るとこう人がこう列をなしてこっちに向かってきているようなこう絵が描いてあるんです。これ何を表しているかっていうと、子供を下ろしたお母さんがこう列をなしているということなんだそうです。セガンティーニ自身はアルプスの景色を描いたりとかしている芸術家なのですが、この、悪しき母たちに関しては題材もしかり、この雰囲気もしかりで、世紀末芸術ということで取り上げさせていただきました。ということで今回は初めての西洋美術史第6回、世紀末芸術取り上げていきました。いかがだったでしょうか。本当にね、それぞれでパラパラと活動しているし、期間も短いんですよ。ルネサンスみたいにめっちゃ長かったらある程度、こんな感じだよねっていう傾向が言えるんですけど、期間も短いし、それぞれがそれぞれで活動しているので、ちょっとつかみづらいところもあったかと思うんですけど、でもなんとなく彼らが共通して思っているこの世界に対する不安とか、挑戦っていうところが垣間見れたんじゃないかなと思います。ぜひね、この作品が良かったよとか、この画家が私は好きだよっていうのがあったらコメント欄で教えていただけたらいいなと思います。こちらのチャンネル美術の話していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。